分析官、それでは自分はこれで。ああ、例のルートは任せた。室長への報告も頼む。CID 中央情報省の方だそうですね。らしいな。若手だが結構やりそうだ。そんなやり手を顎で使うとは随分出世したじゃねえか、ルネ。ルネと呼ぶなと言っただろう。久しぶりだな、バン。直接顔を合わせるのは3年ぶりか。あれを顔合わせと言っていいかは疑問だがな。相変わらずの切れ味じゃねえか、この鬼畜メガネが。お前ほどじゃないさ、スプリガン。裏技に絡めて持ち前のしぶとさを最大限に生かしている意味ではな。言ってろ。現在うちはジャコモをやった2人組を探している。わずかだがあの整備室に痕跡を残していた2人組を。さすが仕事が早いじゃねえか。となるとお前の鼻の良さとうさんくさい人脈だけは買っている。そちらのお嬢さんの依頼とやらにも関知はしない。代わりに何か分かれば連絡しろ。さっきの借りを返す意味でもな。連絡先を交換したわよ。面白いフォローを使っているな。ところでバン、あいつには連絡したのか？まだまだ青いな。それではお嬢さんもお気をつけて。いいですか？今警察署から出てきましたよね。どこかで殺人事件があったそうですけど、それ関連で呼ばれたとかですか？タイレル通信新人記者のマリエル・エーメって言います。社会部に配属されたばかりで、とある方面から小耳に挟みまして、事件について何かご存知だったり、ぜひぜひコメントを。
なさいよリンゴブラッド。今度こそ出し抜いてやるんだから。災難だったようだな。任せておけ。あら、いらっしゃい。待っていたわよ、バンちゃん。そろそろ来るんじゃないかと思ったわ。そっちの可愛い子ちゃんが依頼者かしら。制服が似合ってるわね。私はベルモッティ。このお店のオーナー兼バーテンダーでね。バンちゃんとはただならぬ関係でもあるわ。
ここ数年の奴の拠点を送った監視カメラのログ付きだ。ちなみに昨日の時点でどこかの団が動いている気配はない。せいぜい気をつけておけ。さぞご立派な貸しなのでしょうね。そちらの常連というのは風の噂で聞いていたけど、まさかこんなタイミングで出くわすなんてね。そうだな。たくルネのやつといい、どんな日だっつうの。こそこそしていたものね、あなた。よっぽど後ろ暗いところがあるみたいだし、警察署に連行されたことだって半分以上は自業自得といったところかしら。否定はしねえが、早速聞きつけてきやがったか。ええ、そこの現場も見せてもらった。ジャコモ氏は問題人物だったけど、情報屋として何度か接触していたから。それより捜査官さんたちとタイレルの女記者さんが怒っていたわよ。引っかき回して掴むやり方、相変わらずみたいね。さて何のことかね。くそ、さすがにやりづれえな。はじめまして、エレインよ。いきなり割り込んでごめんなさい。いえ。お互い忙しいでしょうし、積もる話はまたいずれしましょう。この先は早い者勝ち。CID や警察、私たちも含めてね。言うまでもなく彼らも。もう察していると思うけど、この先はきちんと線引きしなさい。ジャコモ氏を殺めた二人組、おそらく A よ。だろうな。一つ仮にしてやる。
次は極オービル地区大聖堂前となります。大聖堂やアラミス高等学校へお越しの方は大聖堂前、大聖堂前、左側の扉が開きます。ご注意ください。おい、ごめんなさい。わがままを言って。でもあの探し物は私にとっては絆なんです。ひいおじいちゃんだけじゃなく、お母さんやおばあちゃんとの、それだけじゃなくて、人が一人亡くなって足手まといかもしれないですけど、それでも自分の目で足で最後まで立ち会って見届けたいんです。安全には最大限注意します。どんな指示にも従えるよう備えます。ですからダメでしょうか。しゃあねえ、クライアントはあんただ。獲物にアーツもそれなりに使える。全くの足手まといでもねえしな。だがてめえの安全を最優先しろ。俺の指示にも即座に従ってもらう。守れない場合は契約終了だ。いいな。はい、ありがとうございます。18時45分になりました。この時間のニュースをお伝えします。本日15時、バンタイユ地区大統領府でグラムハート大統領が定例会見を開きました。主な内容はエレボニア帝国からの賠償金が年内に終了することについての今後の見通しです。2年前一方的に侵略戦争を仕掛けてきた帝国に我々は寛大な心でその過ちを許しました。代償たる賠償金の総額は莫大なものでしたが、それらは全て正当なもの。数百年もの暴虐を水に流し、大陸諸国の一員として復帰する手助けすらした対価とも言えるでしょう。そして現在、我が国と帝国はクロスベルも含めかつてないほど平穏な関係を築くに至っています。その礎となった賠償金が年内に終了するにあたり、景気低迷を案じる声もありますが、全くの杞憂です。
2年にわたる経済成長、資本の蓄積、技術革新はカルバードを大陸最大の国家へと成長させました。もはや我々を上回る国家は存在し得ない。ですが当然その状況に慢心はできません。ゼムリア大陸を世界を主導する立場として、今後は帝国も含めた大陸諸国を導くことこそが相変わらず鼻が利くみたいね。どう転ぶかはわからないけど、大切な後輩をよろしくね、スプリガンさん。調整するのね。メンテナンスモードに移行しました。新たなシャードスキルが登録されました。
生き返るぜ。頼むアニエス。おまけだバンさん。そこです。行きます。水中かな。ブーストゲージ充電完了よ。皆さん行きましょう。まとめて相手だ。そうだよ。頼むアニエス。おまけだ。まこんなもんだろ。警戒します。おまけだ。バンさん。こいつは効くぜ。チャンス決めるわよ。そうだよ。
宝箱だな。行き止まりですね。辺りを調べてみるか。隠し扉。用意周到なこった。この先が奴の隠れ家だな。一息つけそうだな。癒されます。あ、雰囲気のある場所じゃねえか。中世のガーゴイルとはな。こんな場所を隠れ家にするとはジャコモも抜け目ねえっつうか。あれはあの画像と似ているな。はい。曽祖父の手記にあったスケッチとも一致しています。本当にあったんだ。何よりだったな。しかしこの光は確かに動翼機の一種のようだが。下がれ。石像に。やべえな。連動してる。面倒だが片付けない限りお宝は手に入らなさそうだ。ひいじいさんの遺品何としても取り戻したいんだろう。なら教えたことを最大限に生かせ。スクラムや戦技も使ってぶちのめすぞ。はい。皆さん行きましょう。さてスカウトすっか。頼んだ。しまいにせようぜ。バンダーライスライダブーストゲージリミット解放。中世の魔導士が残したガーディアンといったところか。あの霊体といいこのタイミングで動き出したのは気になるが、根性を見せたじゃねえか学生。アーツにクラフトスクラムの連携もまあまあ助かったぞ。ありがとうございます。バンさんのご指導の賜物かと。さてとまずは俺が手に取る。はい。大丈夫みたいだな。そらご依頼の品だ。共鳴。戦術動力機と同じか。これがゲネシス。
ひいおじいちゃんが残した。まだ最初の一つだけど。やったよ、お母さん、おばあちゃんも。なあアニエス、あんたのひいじいさんってのは。てめえら。ほう、よくかわしたな。噂の二人組、アルマータの面々か。俺たちも有名になったものだ。そちらはスプリガン、ワンアークライドだな。知っているとは光栄だ。一応あんたらみたいな筋からも営業は受け付けてるぜ。一線を越えない相手なら。今の銃撃でてめえらは失格だが。それは残念だ。手足を狙っただけだが。そちらの娘は殺しはしない。装置の関係者のようだからな。お前の方は死んでもらうが。プロだね。ヘドが出るくらいに。それならこっちも対応しやすいってもんだ。おっと、動くなよ。コインによる師団、月下あたりの使い手か。それとその武装、軍用白兵術とのミックスだな。詳しいね。俺は月下流じゃないが。さて、装置についてそこまで詳しくはなさそうだが、何の目的で狙っていたのか洗いざらい喋ってもらおうか。パンさん、私も気になります。どうしてあなた方のような裏社会の人たちがこれを。さて、俺たちは上に指示されただけだからな。だがそれが彼の指示なら死んでも達成するだけの型。おい、大丈夫です。でもバンさんの方こそ。速攻性のドラッグブースト、まさかそっちにまで手を出しているとはな。それで破滅した外国のバカどもを知らねえのか。クロスベルのルバーチだってか。そんな小物と一緒にするな。組織の格も効能も比較になるまい。切り刻まれて死ね。どうしたさっきの威勢は。このまま殴り殺してやる。とどめだ。死ねスプリガン。小娘、ただったらまとめて。シャード防御、いや間に合わねえ。ふざけんな、俺なんかのために。
こいつは。この光、ひいおじいちゃんの。大変なことになってるわね。お前はバンさんの財ファのフォロー。それでどうするのバン？悪夢をまとう？まとわない？一体何を？フォローの貸しか。聞いてなかったがまあいい。その質問、お前自身の意思でしてんのか？そんなの当たり前じゃない。言っとくけど、ピンチだろうと私の知ったことじゃないわよ。私は選択を提示するだけ。悪夢をまとう？まとわないの？バンさん。とんでも装置にとんでも現象ときたか。いいだろう。悪夢なんざ十何年も前から見続けてる。とっととやる。了解。私に任せて。シャード解放。テイクバックレンデル。なんだ。ボスたちに比べればどうということはない。蹂躙すらアルマータの名にかけて。黙らせてやる。行くぞ。バカだ。バカだ。わけも。ああ、消耗はしたがダメージはね。薬物強化した連中を子供扱いとは文字通りの化け物かよ。今のってメアちゃんも現れましたよね。ああ。はいはい。何なの？要件を言いなさいよね。そりゃそうだ。ただのパターン反応だからな。自由人格なんぞないし、そんな技術も確立されてね。でもだとしたら
このゲネシスのせいでしょうか。関係しているのは確かだろうな。それよりゲネシスっていうのか、それは。はい、曽祖父の手記に書かれていた名前です。オクトゲネシス。全部で8つあるとありました。おいおい、マジかよ。メアの出現、そして俺が妙な化け物になっちまった現象、それ以前にこの地下遺跡に霊体なんかが現れてたのもおそらくその装置が原因だろう。はい、実験観測に使うものだとかで詳しくはわからないんですけど。なるほど、肝心なことは式でもぼかしてたわけだ。あんたの曽祖父C・エプスタイン博士はどうやら当たりみたいだな。半世紀前の動力革命と同時期くらいに作られた骨董品、とんでもない精度の超絶技巧で組み上げられてるのは一目瞭然だ。何より確かにオーブメントでありながらアーティファクト顔膜の超現象を起こす。その時期にそんな代物を作るのは有名な三皇帝にも無理だろう。彼らの死にして動力革命の父クロード・エプスタイン以外には。黙っていてごめんなさい。バンさんには全てお話しします。そもそものきっかけは。いや、話は後だ。そいつをしまっとけ。バン、大丈夫？これは。やれやれ、一足遅かったようだな。そいつらはアルマータ構成員、やっと尻尾がつかめましたか。邪魔するな、こちらの縄張りだぞ。そちらこそ民間組織は下がってください。一体何が。彼らと交戦したみたいだけど。ああ、薬物強化までしてきた。運よくしのげたが注意しとけ。どうしのいだか気になるところだが、そちらのお嬢さんの依頼も無事達成できたようだな。守秘義務につきノーコメントだ。それぞれ借りがあったはずだがプラマイで貸しにしとくぜ。末端とはいえ A の構成員一人ずつ引き渡してやる。何を勝手な。確かにターゲットの無力化は彼の功績でしょう。ならば CID とギルドで遠慮なく引き取らせてもらおう。もし吐いたら情報もな。そんじゃ行くぞ。わかりました。せめて肩を。ああ、大丈夫だっつの。今回は手始め、何かが動き始めているのは間違いない。せいぜい研ぎ澄ませておけ、バン。わかったよ、ルーネ。だから名前で呼ぶな。やっぱり認められない。自分一人だけが背負って分かち合わせもしないあり方は。やれやれ、夕飯を食い損ねたな。そっちは学生寮だろ。門限はいいのかよ。一応
深夜までの外出届を出しているので、それよりどうか手当てをさせてください。救急箱ありますか？まああるけどよ。傷もう治りかかっているみたいですね。そもそも大した傷じゃねえって言いたいところだが、いくらなんでも治りが早すぎるな。あの装置か化け物化が原因か。きっかけは4年前に亡くなった母が保管していた手記でした。祖母と母が半世紀も受け継いできた曽祖父の残した手記。お察しの通り動力機を発明した C. エプスタイン、その人でした。彼には養女が一人いたものの、その死後行方不明になっていて、どうやら祖母は何らかの事情で表から身を隠したみたいなんです。祖母のメッセージもありましたが、理由は明かされていませんでした。母の死後、父が仕事に没頭するようになったのもあって、私は曽祖父の手記に次第に引き込まれていきました。といっても数式や専門知識が記されているわけではなくて、その人柄や哲学、人生で大切なことは何かなどが多く綴られていました。日々の何でもないこと、家族との絆、お弟子さんたちとのやりとり、温かみがあってユーモアに満ちた尊敬できる人だったんです。その思いが祖母に、母に、そして私にも受け継がれていることが嬉しくて、少しずつ読み進める曽祖父の手記はいつしか私の宝物になっていました。ですが数冊にわたる最後の手記、最後のページにはこうありました。どうかオクトゲネシスを1200何年までに取り戻してほしい。さもなければ全てが終わると。そいつはもちろん亡くなる間際の妄想かもしれません。ですが祖母から母、そして私に受け継がれた意味を考えてしまうと、何とかしなきゃって思いが日に日に強くなってしまったんです。ただ祖母が身を隠したことも含めて公にはどうしてもできなくて、そうしてアラミスに入学して、とある頼りになる先輩と知り合って、そのアドバイスで動力ネットを調べてこちらの事務所にたどり着いたんです。まさかこんなことになるなんて夢にも思わずに、亡くなる人まで出してあなたを危ない目に遭わせて。何にせよ一つは無事に手に入ったわけだしな。他に7つあるらしいが、ここらで手を引いてもいいんじゃねえか。やっぱり私にとっては家族の絆でもありますから。それに本当に存在し、手記の最後にあんなことが書かれていた以上、目はそらしたくないんです。5万ミラあります。なんとか用意できた全額です。どうか今回の依頼料としてお受け取りください。依頼料の規定は最初に説明したはずだが。怪我をさせてしまった迷惑料と思っていただければ。この先は自分一人で何とか探してみます。もう誰も巻き込まないやり方で。身の安全には気をつけますから。
アークライド解決事務所の基本料は1時間1000ミラで諸経費その他だ。今回危険手当は適用させてもらうが、結果的に依頼人のあんたにも手伝わせた。天津さえ危険にさらしたことを考えると、成功報酬でも1万が関の山だろう。これが仕事ってもんだ。なめてんじゃねえぞ学生。でもすみません、私やることなすこと。あの化け物かといい、個人的にも興味が出てたからな。追加料金ってのも違うだろ。あんたが諦めないなら今後もできる範囲で手伝ってやる。代わりにそっちはゲネシスや四季の情報をその都度提供してくれ。そんな交換条件でどうだ？それって今回みたいな危険があるかもしれないのに、依頼料も取らずに捜索の手伝いをしてくださるっていう。だから交換条件って言っただろ。言っておくがビタ一問たりとも追加は受け付けねえからな。それと危機管理の観点からもう少し実践慣れもしてもらう。てめえでてめえは守れるくらいに厳しくいくから覚悟しとけよ。そんなの私一人が得してるだけじゃないですか。わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、こちらこそな。って話がまとまったところで本日のご褒美タイムといくか。バンカー限定アンダルシアの黒いちじくの糖蜜がけタルト、全部いただくつもりだったが、今日はお互いお疲れ様ってことで山分けしてやるよ。ありがとうございます。あ、そうだ。先ほどの条件だとさすがに申し訳ないと思うんです。ですからせめてものお返しにこちらでアルバイトさせてください。はあ？見たところお忙しそうですし、いろいろと散らかっていますし、書類整理は慣れていますからお力になれると思うんです。あ、バイト代はお気持ち程度でただでも結構ですし。そんなわけにいくか。労働基準法ってもんが。じゃなくてそもそも前提がおかしい。なんでいきなりお前をバイトで雇う話になるんだ。だってバンさん、追加料金は絶対に受け取らないって。それが流儀なのは分かりましたけど、学生にも譲れないものはあるんです。早速タルトを切りますね。もちろんバンさんは特大で。それとコーヒー豆はこちらの棚みたいですね。なんでコーヒーの場所までそこで馴染んでんじゃねえっつうの。誰
ま、こんなもんだろ。ランクアップか。ま、せいぜいもらっておくぜ。はっ、完璧じゃねえか。アニエス・クローデルです。未熟者ですが、どうかよろしくお願いします。